解説ピーターパンの行方は、すみません、ぶつかってしまって。あら。雪代さん、巴さん。ああ、奇遇だな。本当に。と言っても、休日にこの書家の前で会うのは自然なことかもしれませんね。お二人もピーターパンの解説本を探しに？ああ、自主練でたまたま一緒になってな。そのまま解釈を深めようと、ここへ。まさかのキャスティングからずっと手探りの稽古ですものね。はい。決められたこととはいえ、なかなか気持ちが追いつかず。行くぞ。雪代さん、どこに？このまま図書館で話し込むわけにはいかないだろう。ディスカッションなら外の公園が適切だ。晴れていてよかったですね。本当ですね。緑茶と紙コップを持ってきているので、よろしければ皆さんもいかがですか？確かあちらにベンチが。さあ、思い切りジャンプするんだ、ウェンディ！そんなの無理よ。鳥さんじゃないんだから、そんな大それたこと。ピーターパンにウェンディではなく、愛情さんと大月さん。あれれ、みんな。タイガーリリーにティンカーベル！またフック船長にさらわれたのか？許せない。決闘だ！フック！愛情さん、戻ってきてください。美味しいお茶菓子もありますよ。お茶菓子？お前たちも自主練か？うん。ウェンディがしっくり来なくて、カレンちゃんにお願いして、抜き稽古してたんだ。大月さんもですか？悩まれる気持ちわかります。私も思い返すたびに気になって。秋先生は、心が見たかった、子供の部分を知りたかった、などと説明されていましたが、演技で評価されたならまだしも、やはり納得できません。そうですね。どちらかというと、私たちへの設問。この演目での目標に重きを置かれていたように思います。秋先生はエキセントリックな方だが、意味のないことはしない。我々に考えろと言うからには、何か理由があるはずなのだが。あのさ、ちょうどこの話になったから、みんなに聞いちゃっていいかな？どうされました、大月さん？実はずっと気になってて、オーディションでみんなの目標を聞いた時に思ったんだけど、どうしてみんな自分の目標を言わなかったの？どういうことですか？私は間違いなく達成したい目標を口にしましたが。いや。そうですね。私たちの願いは、学び屋へのものでした。そうなの。私、それがずっと気になって、心臓がドキドキってしてたんだ。それって、嬉しいドキドキ？もやもやっとして、灰色みたいな感じの方。最近ね、しずはちゃんやつかさちゃんやララフィンが、進路のことで忙しくて。もちろん、一緒に練習や稽古はするよ。だけどよく3人だけで未来の話をしてるの。いつか、しずはちゃんたちは、フロンティアからいなくなっちゃうんだって。私、なんだかそれがずっと苦しくて。みんなが目標の話をした時にも、思い出しちゃったの。大月さん。たもおちゃんの手、あったかい。ありがとう。だからね、目標を言うとき、つい必死になっちゃった。みんな、もっと今を楽しんで、今の自分を見てって。そう言われてみると、確かに私たちは、経験や責任によって、物事を処理していたかもしれん。だから、永遠の子供であるピーターパンを演じられないと、100歩譲ってそちらは納得しても、疑問の答えには至れない。そうですね。なぜ私たちに、この役が与えられたのか。愛情、急に大声を出すな。ごめん。でも、グッドなアイデアを思いついちゃって。グッドなアイデア？そう！
今からみんなで子供の自分になって、実際にお話ししてみるのってどうかな？子供の自分と話をする？カレンちゃん、それって。ほら、アキ先生が言ってたでしょ？アキ先生が子供の私たちを見て配役したなら、私たちも子供の頃の自分とお話ししたら何かわかるんじゃないかな。そんな無茶苦茶な。なるほど。面白いことを考える。雪城さんまで何を。いや、愛情の案はそう突拍子がなくもないだろう。我々は常に演じる役柄を、その人物をあらゆる角度から噛み砕き、理解し、自分の器に流し込む。そう考えると、幼少期の自身との対話など、造作もないこと。それはもちろん、できなくはないですが。であれば、なすまで。この公園という場所も、過去を振り返るのにうってつけだ。懐かしいな。よくここで、みちると競い合ったものだ。それ以上の悪行は許さないぞ！魔法使いめ！姫を離せ！なんだ？王子を演じているのか？うん。だってみちるが王様には似合わないって。ああ。そういえばそうだったな。王を目指した時から、私の役は定まった。王らしく、清く正しい役を。威厳のある、誰もが愛する役をと。でもね、本当はね。ああ、そうだな。私は、もっといろんな人になりたい。悪い子にだって、なってみたい。そうか。そうだった。私は、もっと演じたかった。定められた主役ではなく、その対極。誰もが恐れる、悪役すらも。ちょっと待って。それで納得するなんて。子供の頃の私は、とてもおとなしい子でした。ともえさんまで。小料理屋で忙しい両親の邪魔にならないようにと、いい子でいようと努めてばかりで。こんにちは。何をしてるの？お友達と、おままごとです。それでワンちゃんになっていたのね。はい。本当はね、お母さんの役をしたかったんだけど、みんなお母さんになりたがるから、だからいいの。みんなが楽しく遊べたら、それでいいの。本当に？本当のことを言ってもいいのよ。だってあなたは、私なんだから。本当？それなら、与えた以上に愛されてみたい。もっともっとわがまま言いたい。そうだわ。あの頃から私は、人に譲ってばっかりで。今は？そうですね。それだけじゃダメと、教えてくれる人ができたので。そうよ。私はもっとわがままを言いたかったんだわ。ティンカーベルみたいに。そんな。小春ちゃんは？知りたい。小春ちゃんはどんな子だったの？私は、ねえねえ、小春ちゃんはどんな子供だったの？私は、滑り台の順番は、ちゃんと守らなくちゃダメなんだからね。かわいい。真面目でしっかり屋さんで、今とあんまり変わらないんだね。子供らしくないのは自覚していました。放っておけない妹がいて、背伸びしたり、その上、両親の厳格さを受け継いで、かなり子供らしくない、怖いって言われて、姉妹がいない時は一人でいることが多くて、だけど舞台は、物語はいつもそばにいてくれた。おしゃべりじゃなくても、心に熱い思いがあれば、私は何にでもなれると舞台は教えてくれた。そうよ。
大人の私。私は怖いんじゃなくて、勇敢なの。不安は隠して、前に進むって、もっともっときらめくって決めたじゃない。ええ。その通りね。もっともっときらめくために、もっともっと強くならなきゃ。そうだ、私。初めてピーターパンを読んだ時、タイガーリリーに自分を重ねたんです。誰よりも強く、美しく、誇り高い女の子になりたいって。すっごく素敵。私たち、少しだけ忘れていましたね。ああ。義務や責務で自分の欲を。はい。舞台に立つという傲慢を、自分のために演じるということを思い出しました。私、今すぐ演じたい。私も早くみんなの演技が見たい。その前に、次はアルルちゃんだよ。アルルちゃんはどんな子供だったの？私は、ダメみたい。笑顔でこっちを見てるけど、お話はしてくれないや。そうなんだ。ねえ、カレンちゃん。私はどうしてウェンディなのかな？私の目標は小さい時から変わってない。みんなと笑顔でずっと一緒に。私はね、本当はいつだって幕なんて下ろしたくない。ネバーランドで遊ぶみたいにずっと舞台に立っていたい。本当は、みんなに卒業なんてしてほしくないの。どこにも行かないでほしい。アルルちゃん。それなのに、どうして現実に帰っちゃうウェンディが私の役なんだろう。私、ちゃんと演じられるのかな？演じられるよ。すぐに返事できちゃった。アルルちゃん。きっと答えは舞台でわかるよ。私、アルルちゃんの寂しい気持ちをいっぱい乗せて、ピーターパンになるから。だから、たくさん自分と向き合って。アルルちゃんの気持ち、全部受け止めるから。もちろん。アキ先生のお見立て通りです。はい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 。さあ、影帽子はぴったり。あなたの足に縫い付けたわ。これでどうかしら、ピーターパン。うわー、ぴったりだ。ありがとう、親切なウェンディ。お礼はいいわ。代わりにキスをもらってあげる。キス？寝る前にお母さんがくれるものよ。とっても温かで優しいの。私、あなたになら特別な唇の右端のキスをあげてもいいわ。口の右端？それってなんだい？お父さんだってもらえないとっても特別なものよ。たった一人にしか送れないの。よくわかんないけど、とにかくキスっていいものなんだね。それじゃあ、はい。これって、どんぐり。そう、とってもいいもの。僕からのキスだよ。そう。あなたはお母さんからキスをもらったことがないのね。そういう君は、ずいぶんお母さんに詳しいみたいだ。ねえ、もしかして、シンデレラって子を知ってる？夜寝る前にするお話の？やっぱり知ってるんだ。それじゃあ僕と一緒にネバーランドへ行こう。そこには乳母車からうっかり落っこちた男の子たちがたくさん迷い込んでいるんだ。だからみんなお話の続きを知らなくて。ねえ、君がみんなのお母さんになってよ。ねえピーターパン、私少しだけ思うの。ネバーランドで
みんなのお母さんをして、毎日とっても楽しいけれど、永遠に楽しいだけでいいのかしらって。それはどういう意味？永遠に楽しいなんて最高じゃないか。それはそうなんだけど。大変だ、ピーターパン。どうしたタイガーリリー。海賊がこの家に向かってる。今は私の戦士たちで持ちこたえているけど、このままじゃどうなるか。大変だ。行かないと。危ないから、ウェンディはここで隠れているんだよ。待ってよ、ピーターパン。あらあら、残念ね、ウェンディ。ピーターパンはあんたみたいなへちゃむくれより、フック船長と戦うことでいっぱいなんだわ。そんな、ひどいわ、ティンカーベル。ねえ、こっそり連れて行ってあげましょうか。ピーターパンが向かった海賊船に。フックめ、ウェンディを離せ。はっは。わしは紳士だからな。レディはもちろん、丁重に扱っているさ。ほーら、あそこにくくって。どうだ、美しい選手像だろ？よくも。やだやだ、どうしようどうしよう。ここまでするつもりはなかったのに。落ち着け、妖精。今私たちができる最善を考えるんだ。最善って何？難しい言葉使わないで。ティンク、タイガーリリー。この場を収めたいなら、力を貸して。ティンクの羽の音で、時計ワニのチクタク音の真似をするの。そうか。そうすれば、時計ワニが苦手なフックは。いいわ、やってあげる。言っておくけど、あんたを助けるためじゃないからね。この不快でおぞましき時計の音は今だ。いやー、やっちゃえ、ピーターパン。いややった、フックが落ちたわ。哀れフックは海の中。チクタクさよならおしまいだ。さあ、ウェンディ、こっちへおいで。今度はこの海賊船で冒険に出よう。どんなワクワクが待っているか。いいえ、ピーターパン。私は帰るわ。この船で、元の世界に。私、思い出したの。大切な人や、忘れちゃいけない大事なことを。そんなの、許せない。僕を置いていくなんて。剣を持て、ウェンディ。女の子だからって容赦しないぞ。やめてよ、ピーターパン。どうして分かってくれないの？そっちこそだ、わからずや。結局いつもそうなんだ。大人って君のためだよって言いながら自分の都合ばっかり。明日のことなんて何にもわかんないくせに。そうね。未来のことなんて誰もわからない。だから楽しいことで埋めていたい。だけどね、ピーター。唇の右端のキスはどんぐりじゃない。列車は必ず次の駅に向かうし、ハゲた幕は下ろさないと。うるさい、うるさい、うるさい。なんだよ、君だって怖いくせに。ぐんぐん伸びる背もいつかは止まってシワシワになって縮んでく。それって悲鳴が出るほど怖いことだろ。そうよ。全部あなたの言う通り。だけどそれは怖いことじゃない。あなたも言っていたじゃない。死ぬのってきっとすごい冒険だって。そっか。わかったよ、ウェンディ。もう止めない。その代わり、僕のこと忘れないでくれる？忘れるわけない。ピーターパン、あなたに送るわ。私の特別な唇の右端のキスを。
ルちゃん。カレンちゃん、慣れたね。私、ウェンディに、慣れたよ。優しい温かさでいっぱいの、アルルちゃんにしかなれないウェンディだった。お二人とも、まだ最後の大仕事が残っていますよ。ええ。私たちにしかできない大切な舞台へ。愛を持って、決別を。そうだね。幕を下ろしに行かなきゃ。まだ、怖い？もう平気。だってピーターパンが教えてくれたもん。死ぬのってきっとすごい冒険だって。今はね、閉じた幕の向こうに新しい舞台が見えるの。きっと終幕って開幕と同じ。行こう、次の舞台へ。